パート31、新章開幕ですね。まずは砂漠の村の開発のためにシーランタンを集めに行きたいと思います。はい、というわけで、海底神殿をね攻略するためにまずはポーションを作りたいと思います。こんにちは。ということで、ポーションを作るにあたってですね、ブレイズパウダーを作ります。ネザーでだいぶね集めてきたブレイズロッドを分解してブレイズパウダーにしたいと思います。はい、そしたら、ポーションを作ります。ポーションはブレイズパウダーを燃料にして、水のね瓶を使って作っていきます。いやー、実はポーション作るの初めてなんですよね。うまくいくかわからないですけど、作ってみましょう。はい、奇妙なポーションが出来上がりました。まずは奇妙なポーションを9本作っちゃいたいと思います。フグを奇妙なポーションに入れることで、水中呼吸のポーションができますね。はい、水中呼吸のポーションができました。この水中呼吸のポーションは3分しか持たないんですよね。なので、8分持つようにレッドストーンで延長していきたいと思います。はい、これで水中呼吸のポーションが、8分のものがね9本できたので、早速海底神殿に向かいたいと思います。はい、早速行きたいと思います。このレンガを一つ壊すと海底神殿に入れるんですよね。早速いました。エルダーガーディアンですね。まずは倒してしまいましょう。はい、エルダーガーディアン倒せましたね。やっぱりネザライトの装備だと強いですよね。そしたらこのエリアをまずは、水を抜いて拠点にしてしまおうかと思います。砂利をね敷き詰めて水を抜いていきます。あ、牛乳飲んでもダメなんですね。そしたら残り2体いるはずなので2体先に倒しに行ってしまいましょう。これで最後ですね。はい、エルダーガーディアンがいなくなったんでね、これで呪われることがなくなったということで、ここに拠点を作っていきたいと思います。はい、水抜きの完成ですね。これでここの部分に、ベッドだったりね、そういったものを置いて、まずはここを拠点にして、回転神殿の水をすべて抜いていきたいと思います。
これでゲートも完成しました。早速つながってるかどうか確認しに行ってみましょう。はい、つながりましたね。パート30で作ったネザーゲートにつながりました。というわけで、ここからは一気に海底神殿の水を抜いていきたいと思います。本当は海底神殿水を抜かなくても今回、ガーディアントラップ作ることはできるんですが、海底神殿も何かに使いたいんでね、まずは全て水を抜いていきたいと思います。スポンジがね、エルダーガーディアンから手に入ってるんで、まずはスポンジを乾かしたいと思います。さすがにちょっと砂利だときついんでね、スポンジも使いながら水抜きをしていきたいと思います。ここがスポンジルームですね。これでスポンジが増えたので、さらに水抜きが早くなるんじゃないでしょうか。はい、集めたスポンジも乾かしていきましょう。やっぱりスポンジは早いですね。この調子で水抜きをしていきたいと思います。スポンジはネザーで置くと一瞬で乾くんですよね。これ乾いたスポンジかな。濡れたスポンジを置いてみましょう。こんな感じでね、一瞬で乾いてくれるので、ちょっとだいぶ濡れたスポンジが溜まってきたのでね、かまどではなくネザーで乾かしていきたいと思います。いや、気持ちいいですね、この一瞬で乾くスポンジ。はい、水抜き完了ですね。回転神殿には金のブロックが埋まっている場所があります。ここのね、金のブロックをすべて、取って地上に戻りたいと思います。会場に戻ってきました。早速湧き潰しをしていきたいと思います。ガーディアンの湧き潰しはフルブロック2つで行います。海面スレスレのフルブロックと1マス開けた下にもう1個フルブロックを置くことで湧き潰しができますね。そしたら、北を向いて右下の部分、この中心の部分から、まずは15マスずつ広げていきたいと思います。ガーディアンの湧き潰しをしないとガーディアントラップを作った時にいろんなとこに湧いてしまうんでね、まずはガーディアンの湧き潰しをしていきたいと思います。これで海水面のブロックは置き終わりましたね。そしたら海中の1マス開けたブロックも置いていきたいと思います。は
はい、15×15 が4つですね。ここの湧き潰しが終わりましたので、もう一段階外にも広げていきたいと思います。今度は9マスずつですね。9マス開けて10マス目に、目安となるブロックを置いていきたいと思います。この9マス広げるのは東側と南側ですね。はい、ブロックがつながりました。というわけでいつも通り、湧き潰しのブロックも置いていきたいと思います。はい、湧き潰しも完了ですね。はい、そしたら今度は北と西ですね。北と西を10マスずつ広げていきたいと思います。10マス広げて11マス目ですね。11マス目にブロックを置いて北と西にも広げていきたいと思います。はい、そしたらまたあれですね。ワンブロック開けた下に湧き潰しの石を置いていきたいと思います。はい、これで全体の湧き潰しが完成ですね。おそらくこれでガーディアンが、湧かなくなったかなと思います。そしたら湧き潰しのためにつなげたブロックを全部一回取り除きたいと思います。トラップとかもそうなんですけどね、あまり不自然な形で作りたくないので、できるだけ自然な形で作りたいなと今回も思っています。湧き潰しの石だけ残りましたね。で、ところどころ昆布が生えてると思います。この昆布を使ってね、最終的には湧き潰しをしたいなと思ってます。早速ガーディアントラップを作っていきたいと思います。今回は海底遺跡を調査する調査団が停泊するような、そんな船着き場みたいなね、そんなイメージで作っていきたいと思います。で、海底自然なんでね、できるだけ傷をつけないような調査団の、調査をするための停泊所なので、傷つけないように水に強いカシの木で作っていきたいと思います。今回は支えになる、柱を何本か立てますが、基本的にはイカダのようにね、海の上に浮いている、そんな施設にしたいと思います。ガーディアントラップの脇層ですね。脇層ができました。スポンジで水を抜いていきましょう。はい、こんな感じですね。脇層ができたので処理層を作っていきたいと思います。両側から数えて6個目かな。
はい、真ん中に3つ穴を開けて下に落とすような、そんな処理層を作っていきます。はい、下に落とす場所がね、出来上がりました。処理層へ落とす場所ですね。そしたら早速下に降りていきましょう。水抜きながら降りていきましょうね。はい、水抜きができました。ただ下の部分を削って、回収する場所を作っていきたいと思います。ここに出るんですね。結構迷路なんですよね、海底神殿って。マグマブロックを置いていきます。木にマグマブロックってちょっと燃えそうで嫌なんですけど、そこは今回はちょっと妥協して作っていきたいと思います。チェストにつなぐホッパーですね。ホッパーを伸ばしていきたいと思います。今回はホッパーの上にホッパー付きトロッコを乗せて回収する、そんな形にします。ホッパー付きトロッコを置いていきたいと思います。ホッパーの上って何気に立てるの難しいですよね。はい、回収するホッパー付きトロッコができたので、マグマブロックを置いて蓋をしていきます。これで処理層も完成ですね。はい、そしたら見えなくして、これで回収する場所も完成ですね。はい、そしたら会場に戻りましょう。装置ができたので早速水を入れていきましょう。ボタンをつけて水流を止める形ですね。ガーディアンは水流でも湧くので水流だけ今回は作ります。ボタンの位置違いましたね。はい、これで下の処理層につながるはずですね。はい、ガーディアントラップの完成ですね。はい、あとはガーディアンが生まれるのを待つだけですね。これ近くにいると湧かないんですよね。なので、地下に行って待ちましょう。動いてそうですね。はい、ドロップもしてるようなので、このまま、ここで集めながら施設を作り上げていきたいと思います。ガーディアントラップの周りには桟橋のようなものを作りたいな。あれですね、まだ昆布が生え揃ってないのでガーディアンが湧いちゃうんですよね。早速施設作っていきたいと思います。ガーディアントラップの周りにイカダですね、桟橋のようなものを作っていきたいと思います。木を組み合わせた形で作っていきます。
はい、こんな感じで木組みを作っていきたいと思います。はい、桟橋の完成ですね。だいぶ昆布も成長してきてありがたいですね。逆側もこれで完成ですね。両脇の桟橋が完成しました。はい、ちゃんとね、トラップも動いてるようで、はい、ガンガン集めていきたいと思います。周りの昆布も生えてきて、一番上の石を取ってる湧きつぶしのところもありますね。はい、だいぶ自然な感じになってきたんじゃないでしょうか。というわけで、真ん中の部分ですね。あそこの湧きつぶしも、自然な形にしたいと思います。真ん中の部分にも桟橋を作っていきます。イメージは海底神殿につながる、こう、なんていうんですかね、降りる場所みたいな場所をね、ちょっと作っていきたいと思います。トラップがある桟橋を完成させたいと思います。ここも3マスね、3マスの床が引けるように作っていきたいと思います。はい、桟橋完成ですね。周りの石も全部取り払えました。商人さんはいつも作成中に来ますよね。はい、というわけで最後船着き場を作っていきたいと思います。骨組みを支える部分を作っていきたいと思います。この上に骨組みを作っていく、そんなイメージですね。土台の部分ができたので、早速骨組みを作っていきたいと思います。はい、骨組みができました。そんなにね、大きい建物に今回はならないですね。どちらかというと調査団が停泊する、そんな場所ですね。そしたら床を作っていきたいと思います。今回は頭皮のブロックを使っていきます。床ができました。そしたら続いて壁も作っていきます。壁も頭皮のブロック使っていきます。はい、こんな感じでどうでしょう。そしたら早速屋根を作っていきたいと思います。今回屋根はハーフブロックですね。ハーフブロックで緩やかな傾斜のそんな屋根を作っていきます。海上にあるんでね、
ある程度こう空気が流れるように前に牛舎で使った掛け違いの屋根を作っていきます。この掛け違いの部分に柵を入れていきます。はい、船着き場の完成です。いい感じですね。開放的な、そんな建物になったかなと思います。はい、そしてこのトラップと同じ形をした場所ですね。ここは海の中が見えるようなそんな場所にしました。はい。というわけで、海底神殿のね遺跡を調査するための調査団の停泊所作ってみました。よいしょ。そしたら海底神殿埋めてしまいたいと思います。これからはあれですね、ネザーゲートを通過して下で集めていく、そんな感じですね。なのでここにはもうあまり来ないかもしれないですね。こんだけ作っといてなんですが、多分来ないでしょうね。はい、というわけで船に乗って拠点に戻りたいと思います。パント31いかがだったでしょうか。タイトルはイカダを作るかな。はい、パート31イカダを作る、この辺で終わりたいと思います。次回から砂漠の村開発していきたいと思いますので、よかったら楽しみにしていてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。